皆さんこんばんは、サイラです。今回は歌われるもの残2の検証動画をやっていきます。ダメージ検証をいろいろやっていこうと思っているんですが、第1弾として常時発動効果の攻撃力プラスとダメージプラス、これらの効果を確認していこうと思います。このチャンネルは攻略裏技検証系の動画を扱っています。気になる方はチャンネル登録をお願いします。スキルボードや巻物で攻撃力がパーセントで上がるものとダメージがパーセントで上がるものがありますが、似たような感じで名称が違う効果になっているので、どちらがいいのかっていうのを実際に攻撃して出てきたダメージから検証していこうと思います。難易度による違いっていうのは別途検証しようと思っていますが、今回は難易度1で確認していこうと思います。検証に使うキャラクターですが、スキルボードで攻撃力とダメージ、この効果が使えるノスリを使っていきます。すべてのバフを取り除いた状態で1424の攻撃力になっています。基礎能力増加っていう基本のバフについてはこれは外せないのでついているのですが、攻撃力プラス5っていうのがついている状態になっています。それではこの攻撃力でどのくらいのダメージになるかっていうのを確認していきます。このような感じで三角のダメージで128が最高でした。続いて攻撃力をプラス15した状態、合計20にした状態で確認します。ダメージプラスのスキルボードの解放に必要なので必然的についてしまうっていうことで20の方も確認して、今後これをベースに比較していこうと思います。攻撃力の数値は先ほど1424だったんですが1628に増えています。それでは確認していきます。こんな感じになりました。三角で最大147ぐらいのダメージでした。128のダメージに対して147なのでほぼ 15% 上がってるっていう感じでした。数値通りなんですかね。今後この147っていうダメージをベースとして比較していこうと思います。それでは比較対象とするためにダメージプラスを限界まで上げてみました。今持ってる巻物を駆使すると最大 65% まで上げることできたので、これで確認していこうと思います。こんな感じになりました。三角で最大242のダメージでした。147に対して242なので、これも 65% アップ、計算通りなんですかね。続いて攻撃力もダメージ65と同じように65プラスして合計85にしました。攻撃力の数値は2510になっています。これでダメージを確認していきます。このような感じになりました。三角の攻撃で最大225のダメージでした。147に対して225なので53% ぐらいのアップになります。先ほどのダメージプラス 65% の方だとそのまま 65% アップになっていて、今回は 53% アップということでダメージプラス 65% の方がダメージは高くなったっていう感じですね。最後にどちらも上げた状態で確認してみます。攻撃力がぴったり85にならなかったので 82% になっていますが、ほぼ近いっていうところでこちらで確認してみます。このような感じになりました。三角の攻撃で最大368のダメージでした。147に対して368なので 150% アップっていう感じですかね。ダメージプラス 65% の時と攻撃力 85% の時、それぞれ 65% アップと 53% アップなので足し算して 118% アップかと思ったんですが 150% アップになっていました。それではこちらの説明をしていきます。まず計算はそれぞれ足し算ではなくて掛け算になっています。ダメージプラス 65% の時のダメージ242、これに対して
攻撃力85% の時の 53% アップ、これを掛け算しますと 242×1.53 倍ということで計算すると370です。先ほど368のダメージだったので、誤差ありますけれども、このような感じで掛け算になっているっていう風に考えると分かりやすいと思います。なので攻撃力プラス何%アップとダメージプラス何%アップ、それぞれ合計したものに対して掛け算を繰り返しているっていう感じですね。10% ずつつくようだったら 1.1 倍 ×1.1 倍 1.21 倍になるってことですね。足し算になると 1.2 倍ですけど 1.21 倍になる、そんな感じになります。続いて攻撃力プラス85の時にアップした 53% っていう数値、パーセントが低かった理由について解説します。先ほどお見せした攻撃力を見てもらうと分かりやすいと思うんですが、攻撃力プラス20の時は1628です。攻撃力プラス85の時は2510です。これの増加率見てみると 54% ぐらいっていうことですね。ダメージが 53% になっていたので、誤差って意味で一緒になっています。与えるダメージっていうのももちろん比例して増加率で上がっていくっていう感じなんですね。ダメージプラスについてはもともと 0% からスタートして 65% アップなので単純に 65% 増えているんですが、攻撃力に関してはベースとなる20がついていた上で85になるので、そういう意味で増加率が減っている、そういう感じになります。最大ダメージを出すためには両方上げる必要があるんですが、増加率っていうのが非常に大事になってきます。攻撃力だけをひたすら上げ続ければいいかっていうとそうではないですし、ダメージをひたすら上げ続ければいいかっていうとそうではないです。分かりやすい例で言いますと、ベースダメージが100として攻撃力プラス 100%、ダメージプラス 50% あるとしましょう。これでダメージを計算してみると300になります。足し算ではなくて掛け算になるので300っていう感じです。これに対してさらに上乗せするって意味で攻撃力を20上乗せしたとして攻撃力 120%、ダメージ 50% とすると与えるダメージは330になります。逆にダメージプラス 20% した場合、攻撃力はプラス 100%、ダメージはプラス 70%。そうするとこのような計算で340になります。ダメージプラスパーセントの方を伸ばした方がトータルダメージは増えるっていう感じですね。簡単に説明すると攻撃力プラスアップとダメージプラスアップの数値が低い方を強化した方がより強くなるっていうことになります。ただこのゲーム巻物とかスキルボードの性質上攻撃力プラスアップの方がつきやすいです。攻撃力の方は50とか簡単にいくと思うんですが、ダメージはそんなに上がらないです。結論としては同じ数値増えるのであればダメージプラスアップの方を優先した方がいいっていう感じになると思います。今回は序盤の敵を相手にしたんですが、特殊な敵ですとかとにかく防御力が異様に高い敵が出てきた場合、これはダメージプラスよりも攻撃力プラスの方がトータルダメージが増えることはあるかもしれないです。計算式は詳しくはわからないんですが、普通のゲームで考えると攻撃力引く防御力、残った数値にダメージプラスで掛け算する、おそらくそういう風になってると思うので、攻撃力は1000で防御力が800なんていう敵に攻撃力を上げずにダメージプラスだけつけていてもおそらくダメージそんなに伸びないのかなと思います。普通に戦ってる分にはそんなに防御力が高い敵というのは今のところ出てきてないのであんまりいないんじゃないかなと思うんですが、場合によっては攻撃力プラスの方を上げた方がいいことがあるかもしれないです。今回は以上になります。今後も歌われるものダンツの動画いろいろ検証もやっていこうと思いますので、ぜひチャンネル登録をお願いします。本日は以上になります。ご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタン、ベルマークお願いします。私たちもたまに出るので見てください。